皆さんこんにちは。いや、皆さん、X でね、大バズりしたので、皆さんもうご存知かと思いますけど、なんと直樹マン。素敵なご縁に恵まれて、アメリカ次期大統領のドナルド・トランプさんのお家に遊びに行くことができました。パチ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 。いやー、はい。面白い時代ですね。ちょっと経緯を話すと、トランプが当選したということで、彼のお家で CPAC っていうね、保守政治活動協議会っていう彼の活動を支援している組織のパーティーが開かれたんですけど、で、その CPAC の日本代表の方が僕たまたまお知り合いで、直樹マンもしよかったらご招待しますよということで、もう本当にね、なぜか僕がご招待されてトランプさんの家に行くことができたんです。ただ勘違いしてほしくないのはみんなもうわかると思いますけど、僕はね、もともとそんな政治には興味がなく、左とか右とかどうでもよく、ただね、世界のその真理とかロマンを追求している男なので、トランプさんに会えるとか、その家に行けるってなったら、それはね、もう陰謀、ド陰謀、権力の世界なので行きたいってなりますよね。なので、僕はね、そういった意味で行きました。間違いなく今世界で一番注目されている人じゃないですか。そこでね、もしかしたら彼と会って話すことができるかもしれないという機会が与えられたら、それは行くしかないと。彼のお家はフロリダのマーラーラー号っていうもともとホワイトハウスの所有物だった豪邸で、このようにね、大豪邸で世界の権力者が集まる文字通りド陰謀の世界のど真ん中にいた気分でした。ただね、石破総理がなかなか会えないっていうのは割と事実で、石破総理より先にあった YouTuber みたいな感じでね、すごいみんな注目してくれたのはすごいありがたいんですけど、ただ勘違いしてほしくないのは、今すごいトランプさんの周り厳しくて、僕もね、残念なことにその家にも行けて目の前にもいたんですけど、直接その外国の方とかが彼とね、写真撮ったりお話しするっていったことが禁止されてたんですよ。もともとね、そういったこともね、できるっていう話ではあったんですけど、ただ本当にね、この過去何年間っていうか彼のキャリアの中で一番今気を使ってて、法律的にね、その次期大統領、まだ彼民間人なので、大統領になったらいろいろ外交とかそういったことはできるんだけど、まだ彼はね、1月20日まで大統領ではないので、もしここでね、他の国の方とかなんか外交みたいなことをしちゃったらトラブルに発展するっていうことです。ダメですよっていう法律ももちろんあるんですよ。で、そこに厳しく彼らは DV 制度からでつつかれないように今めっちゃ慎重らしいです。ただ、この一番注目されている時期に彼のお家に行って実際に彼とね、近くで見ることができて、そういった体験はね、もう素敵なご縁に本当感謝で、間違いなく貴重な体験でした。そんないっぱいはないんですけど、ちょこっとね、そのアメリカに行った時の Vlog みたいな感じで映像を撮ったので、それはね、怖いのでサロンの方で流すので気になる方はね、チェックしてみてください。面白い世の中になってきましたよ。ちょうどね、そのトランプが当選したら世界がどのようにひっくり返るのか。いやー、有明アリーナザ・シークレットショーイベントライブ無事終えることができました。ありがとうございます。来てくれた方も来れなかった方も応援してくださっている方も皆さんありがとうございます。来られた方はわかると思いますけど、最初から最後までトラブル続きで申し訳なかったです。初ライブをね、初の技術チームとアリーナで行うっていうのはなかなか無謀なチャレンジだったそうです。ただその逆境の中、ゲストの皆さん、早友さん、そしてね、僕のメッセージをなんとか届けることができたんじゃないかとは思っています。なんとかこの機会をくださった皆さん、本当にありがとうございます。これからもさらにパワーアップしてね、面白いコンテンツを世の中にバンバン出していくのでよろしくお願いします。一応ライブの裏テーマとしては、世の中に風穴を開けて新たな時代を迎えるっていうものだったんですね。そしてみんなで覚醒する。文字通り世の中がパラダイムシフトしているように時代が動きましたね。11月5日のアメリカ大統領選、ただの大統領選ではなく、結果によっては世界が大きく変化する世紀の大戦。なぜなのかその辺を見ていきましょう。まず共和党のトランプと民主党のハリス、どっちが人気だったのか。 SNS を見るとね、圧倒的にトランプの方が優勢でした。もちろんネットの声だから当てにならないんですけど、皆さんは純粋にどっちでした？コメント欄にぜひ書いていってください。なかなかね、このハリスって言ってる人を見かけないじゃないですか。どちらかというとトランプのことが好きじゃないからハリスに投票するっていうのならわかるけど、最初からハリスって言ってる人も、僕の周りにはあんまりいなかったんですよ。みんなどうでした？ただよ、テレビをつけてみたら、ハリス優勢、隠れハリス。日本や世界のマスメディアでは一方的なハリス優勢の変更報道。これが皆さんマスメディアです。今回何がはっきりしたかって、いかにマスメディアが茶碗なのか。コロナ騒動から大統領選まで彼らの報道が操られて偏っているのかが今回の件で明らかになりましたよね。蓋を開いたらトランプの圧勝だったじゃないですか。で、ネットの声はみんな最初からトランプだと思っていた。これ何が起きたのかというと、イーロン・マスクも言ってんだけど、みんなの発言がマスメディアに勝った瞬間なんです。みんなの声の方がマスメディアよりも正しい時代が来てしまった。つまりみんなの声がメディアそのものなんです。フェイクニュー
スももちろんあるけど、しかし不自然にハリスを応援する海外セレブたち、ディカプリオ、ビヨンセ、レディー・ガガ、テイラー・スウィフト、ロバート・デ・ニーロ、ほぼ海外セレブ、ハリウッドセレブたちはハリスを応援しているんです。もちろん多様性 LGBTQ とか中絶とかそういった問題でのね支持だと思うんですけど、ただ陰謀的な目線で見ると、前回の動画で軽く紹介した P デリー問題、こちらが大きく関わってるかもしれない。この問題ね結構激化してて、ちょっと深掘って紹介すると、有名ラッパー P デリーの性的人身売買から発生して、今は彼の周りで起きているいくつもの死についての疑惑が浮上しているんです。一つはラップ界のレジェンドトゥーパックの死について。トゥーパックはラップ知ってる人なら絶対知ってるようなラップ界のレジェンドなんですけど、まあアニメ好きなら誰でもドラゴンボール知ってるでしょみたいな感じで、彼は1996年に25歳という若さで銃殺されて亡くなったんですけど、犯人が未解決だったんです。この事件に関して2018年にラッパーエミネムがキルショットという楽曲をリリースしてるんですけど、そこのリリックの中で、ケリーお前売れるなんてことになるのはデディがツーパックを撃ち殺したことを認めるまで来ないんだよっていう感じで、 P デリーが真犯人だと認めるまでケリーお前は売れることないよ、つまり彼がね認めることはないのでお前売れることは二度とないような言い方の歌詞を書いているんです。まるで P デリーがトゥーパックを殺したかのようにほのめかすような歌詞を入れてて、ただこれは2018年の歌詞でねみんなそこまで注目しなかったんですよ。またエミネム頭おかしくなって変なね冗談言ってるみたいな感じで、ただエミネムが Fuel という新曲を出して、そこのリリックではこのように語っているんです。 I'm like a RAPER、 俺はラッパーという言葉の綴りから P をね一つ抜いてるんですね。そしたらラッパーではなくレイパーという響きになります。そして Got so many essays って言ってるんですけど、ここではこのね essays はおそらくセクシャルアサルト、性的加害のことを言ってるんじゃないかと。あれラッパーのスペルからわざと P を抜いたって歌詞があるんですけど、これね英語で言うと最後のこの文章 P デリー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 のことをね、ちょっとこの韻を踏みながらね匂わしてんじゃないかと言われているんです。その後もビギーとトゥーパークレステンピース、俺はねやつとビーフ口論しようとは思わない。だってやつが俺の暗殺を企てるかもしれないから、キーフ D やつを殺せと命じたようにって言っているんです。これどういうことかというと解説します。ラッパー界ではね昔東側のビギーとトゥーパーク、西側のトゥーパークっていうこのラップ界のレジェンドがいたんですよ。で2つのこの二大巨頭の派閥があったんです。トゥーパークはそのギャングの抗争で亡くなったとされてて、このトゥーパークを殺害したのはキーフィー D という人物なんじゃないかと去年容疑にかけられたんです。でここのエミネムの歌詞ではそのキーフ D にねトゥーパークをと命じたのは P デリなんじゃないかと書かれているんです。とんでもない歌詞エミネム書くよね。本当謎解きのような展開なんですよこれ。しかもこの曲 P デリが逮捕される2ヶ月前にリリースした楽曲なんです。そんな偶然ありますか。このデリは今留置所にいますけど、牢獄で過去されたの道をたどるんじゃないかとも言われています。っていうのもこの P デリーのねそのパーティー、性的人身売買パーティーに参加していたのかもしれないのが、多くのセレブと俳優たち、女優たち、そして政治家たちもいたかもしれない。この P デリーのリストについてイーロン・マスクがタッカー・カールソンとのインタビューで、数々の大物政治家や経営者がデディリストが表に出ることを恐れていると語ってて、だからトランプに語れたら困るんですよ。ハリスにしろってな、あんなビヨンセもね演説の前に出てきて主張していたのかもしれない。もちろんこれかもしれないですからね、確定していないですからね皆さん。これあくまで都市伝説、みんなの推測です。ちょっと話がずれますけど、またもシンプソンズでディディのホワイトパーティーを予言したっていう TikTok が出回ってるんですけど、この2019年のシンプソンズのエピソードでディディみたいなねキャラクターが主催するホワイトパーティーのような会場が出てくるんですけど、これシンプルにねホワイトパーティーのことをしてた人がねエピソードにしただけなんですね。なのでやっぱり予言とかどうこうではなく、事実をねアニメ化してるだけで。そしてトランプが当選したら公表すると言われているのが JFK 暗殺の真実の機密ファイル。そうなんです。トランプ、この JFK のファイルね、僕もインタビュー見ましたけど 50% 以上はね目を通してると言ってるんですよ。ただ彼が信頼を受ける人物からこれはまだ公表しない方がいいってその2016年の大統領になった時に忠告されたそうで、それに従ったそうなんです。ただ今回ねもし当選したらもう時期的にいいんじゃないか、公表しようと思うと彼インタビューで言ってました。そうなんですよ。今都市伝説業界では結構面白い展開が起きてるんですよ。トランプが当選されたことによって彼がねちょっとね一部ではヒーローみたいなこと
にされてて、もちろんそんなことは全くないんですけど、ハリスよりかはみたいな感じで、全てをひっくり返そうとしてるんじゃないかと。文字通り、この世の中の秩序をひっくり返そうとしてるんじゃないかと言われているんです。いくつか重要なのを紹介しますね。まずはこちら。DS の解体。ディープステート、陰謀論という人がいますけど、要は影の政府的な存在。アメリカ大統領が自らこの口にしていますよね。そして、トマベチさんがこの DS をね、既得権益者って言葉で解説していました。そういうことだそうです。これらをね、一掃すると主張しているんです。なので、皆さん今この動画を見てるディープステートの方々、もし自分もしかしてディープステートかもしれないっていうことだったら、今すぐ Amazon に逃げてください。ワクチン、健康の見直し。トランプチームで今回大きな役割を与えられている人物がロバート・ F ・ケネディ・ジュニア、JFK の甥です。彼は今回のコロナワクチンに警報を鳴らしてて、世間的に見たら反ワク陰謀論者ですよ。彼がこのね、ワクチンであり、コロナのパンデミックであり、公衆衛生を全部見直すと言っているんです。もし本当に彼がその役割を与えられたら、日本で安全安全って言っていたお偉いさんたちはどうなるんでしょうか。逆立ちして世界でも一周するんですかね。彼は保健福祉長官に任命されたので、これからがっつりアメリカの健康にメスを入れることになります。経済的な側面で言うと、アメリカファーストなので関税を 20% に引き上げたり、中国からは 60% に引き上げるというかなり思い切った政策。環境問題取り組みに関してもね、地球温暖化とかどうするんだって今みんな言ってるじゃん。SDGs やら。そんなことを完全に無視して、パリ協定もトランプは離脱。そして今世界で多様性 LGBT って加速している中、女性は女性、男性は男性のスポーツをするように徹底するとも主張しているので、完全なこの世の中の本当に流れに反した動きをトランプはしているんです。そして今回の選挙で重要な役割を担ってて、これからもおそらくかなりね、話題となるのが、イーロン・マスク。テスラやスペース X テックのね、イーロン・マスクが今回トランプの熱烈な支持者となっているんです。100億ぐらいトランプに寄付して、彼の演説にも登場してて、何を言うのかと思いきや、世の中良くなるぜって叫ぶぐらいで、普通に考えたら、ハリスの民主党が彼の EV とか太陽光電池をね、進めてくれたので、そのトランプのね、共和党になったら、ぶっちゃけメリットよりかデメリットの方が多いんじゃないって今までの政策で言うとって感じなんですけど、そんなこと彼どうでもよく、これからの未来のため、言論の自由のため、トランプに超絶食い込んで、もう今じゃほぼ何してるのかわからないぐらいの立ち位置で政治とタッグになっているんです。おそらくトランプとね、一緒にこれからアメリカを作り上げる、そして彼のね、企業たち宇宙開発でも有利な働きをすると言われている。どうなのって思っちゃうかもしれないけど、本来のあるべき姿なのかもしれない。要は本当にみんなで世の中のことを考えましょうで、ある意味そこにお金をね、回しやすくもなるし、もちろんそれがいい活動だったらね。そんな彼に当てられた役割が政府効率化省ドッジ。政府の財政支出を軽減すること。これすごいですよね。政府の中でも絶対に無駄を生んでいる箇所があるからちゃんと調査しましょうよという、例えばね、アメリカの省庁で働くのは約10万人。平均給与は1500万円。この中に無駄があるから削減しましょうということ。日本にも絶対導入した方がいい政策。なのでちょろっと見ただけでもトランプね、かなり反抗的な動きをこの世界に対してしているんです。マスメディアは基本的にちょっと左寄りに作られてるんですよ。リベラル寄りに反戦、戦争はダメだみたいな感じで。なので、しょうがないんですよ。テレビをつけたらちょっと左寄りの意見が出てるのは。ただ、そこに嫌気がさしたじゃないけども、そこのお前ら限界じゃないのって嘘つきすぎじゃねってことで、その怒った国民たちがネットで爆発して、その正義じゃないけど、正しいことを本当に主張し始めて、それがマジョリティになっちゃって、そのマスメディアっていう役割、何の意味があるのこれっていう感じに今なってきちゃっている。で、そこでトランプが統制しちゃったもんだから、もうこれ本当に力がついちゃって、この先どうなるんですか？これも長い目で見ると、その二重構造、意図的に対立を生ませて、裏でね、操っている人物はいるのかもしれないですけどね。そして彼が力入れているのが不法移民者をね、強制送還という移民問題に終止符を。今世界で加速するグローバリズム。移民問題はパワープレイでトランプは止めようとしてるんですけど、日本でも治安が悪化してきてるって言われてるじゃないですか。これに関して、僕のね、フリーメイソンの秘密の図書館の動画、まだ見たことない方はこれ見てほしいんですけど、これの新しい情報を入手しました。SDGs、移民の真の目的。国連が掲げている SDGs、移民をね、含む全ての人々に対して社会、経済的な平等を達成することを目指す。安全で秩序ある移住の促進、移民の権利保護、移住先国への総合支援。一見いいこと言ってるように聞こえますよね。ただこれ最新のその秘密の図書館の本に書かれていました。真の計画の意味を。それがね、かなり恐ろしいものだったんです。そこに書かれていたのはこちらでした。
移民の衰退プロセスは現在着実に進行している。どういうことでしょう？実はこの移民問題、これは計画的にある目的のために行われていると言うんです。それが移民、特定の民族の衰退、根絶。はい、なんとこの陰謀論、どのようにして特定の民族たちを根絶させるかのプロセスの一環だと言うんです。どういうことかというと、これから解説します。まずは強制的に移民を起こさせる。その方法は大きく分けて3つ。経済的、社会的圧力を利用して経済的危機を起こすことで住民は職を失い他の地域を目指す。テロや紛争を意図的に起こすことで住民は安全を求めて他の地域に避難。環境要因の利用、気候変動や干ばつ、災害の理由で移動を余儀なくされる。心当たりあるものばかりですよね。旧ユーゴスラビアの難民のようにウクライナ紛争で移民する人々、ガザ地区での紛争、経済的に困難な方で言うと中南米の人々がアメリカに移民したり、アフリカ諸国では干ばつによって農業ができなくなってしまい雇用が減ってしまった。バングラデシュでは洪水などの影響で住めなくなり中東へと避難。チャット GPT に聞いたらこのように中南米の国々で強制的に移民が発生していると書かれていました。皆さんこの国々覚えておいてください。移民が発生してしまったら次のステップとしては、新たな土地に移住した移民は経済的に低い地位に置かれ、職業や教育の機会は限られます。結果、住民との間に格差が生じ、差別を受けたりすることで社会的孤立は犯罪を発生させ、急激なインフレや失業を招くことで犯罪率の高さが目立つようになり、移民に対してのメディアのプロパガンダは自然と形成されます。あれ？これもしかしてここ日本でも見られる光景じゃないですかね。メディアやプロパガンダの利用は情報操作を通じて移民を意図的に動機づける手段として有効なんです。機器の誇張と情報操作により住民に特定地域に留まることが危険だと信じ込ませることができる。ここまで来たら次のステップ、受け入れた移民を次の場所へと移動させるんです。例の方にはこのように書かれていました。まさに今国連での協議はうまく進んでいる。現在第一弾としてヨーロッパや特定の国への移民導入を進めているが、一定の期間が来たら受け入れを終え、市民のため新たな公約を掲げ、移民を次の場所へと移す。今年はこの移民公国にとって最良の年だということだ。国連？そう、実はこちら国連が裏で密かに意図を操って起こしている計画なんです。ある特殊なルートでね、ある首相のね方の通訳をしている方からの情報も得ていて、なので完全にこれ裏が取れている情報です。じゃあ移民を強制的に起こして、それしかも民族を衰退させようとしてるっていうのは分かったとして、何の目的にこれをしているのか、これも実は本に書かれているんです。それが南半球への移住計画。はい、皆さんぶっ飛んできました。このね世界をテーマにするとどうしてもねぶっ飛んだ方向に展開していくんですけど、みんなついてきてね。本に書かれていた内容によると、なんと今後人類は南半球へ移動する必要が出てくるというんです。その理由がポールシフト。ポールシフトによる磁極の逆転が北半球に寛大な影響を与えるというんです。磁極が逆転になるポールシフト現象が今後起きるとされてて、もし起きた場合、南半球では影響が相対的に小さくなる可能性があるというんです。実はこの話によると、今後ポールシフトが起きることによって、その北半球が住むのには危なくなって、なのでみんなその安全な南半球を目指す必要があるというんです。このような理由から北半球の方が太陽フレアや宇宙船の影響を受ける。気候変動が起きた場合、南半球の方が気候が安定しやすい。核戦争や火山噴火が起きた場合、核の冬や火山の冬が北半球を覆ったとしても、南半球は温暖なため食料生産や住居に適した環境が残りやすい。パンデミックが発生しても南半球の方が感染が塞ぎやすい。このようにお偉いさんたちはすでに先読みをしているというんです。南半球は北半球ほど産業活動が進んでいないので、大規模な環境汚染や産業災害リスクも低いんです。ってことは北半球での反省を生かし、南半球でリセットすることができる。ただ簡単に言ってるけど大きな問題点が一つあるじゃないですか。みんな今現在も南半球には多くの人々が暮らしています。世界人口80億人。南半球の土地面積と資源の利用可能性を考えると、地球全体面積の 30%、 約1億平方キロメートルほどらしく、主な住居可能地域は南アメリカ、特にブラジル、アルゼンチン、オーストラリア、ニュージーランド、アフリカ南部だとされています。ただ砂漠地帯も多く含まれているので、適した農業環境などを考えると土地面積はだいぶ限られてくる。持続可能な人口規模は皆さんどれぐらいだと思いますか？南半球でのリスタートは人口
10億人から15億人だと書かれていました。ジョージアガイドストーンとも近い数字が出てきますよね。そして本の最後はこのように締めくくってありました。もちろん人為的に現在の人口を減らすなどキリストの断罪的なことは行わない。自然と衰退する人類が出てくることはまた自然なことである。これが何を意味するのか皆さんはわかりますよね。都市伝説、これぞ都市伝説。なので皆さん 100% 信じちゃダメですからね。ただこういった長い SDGs やり国連が掲げているこの移民問題とかこういったものってもしかしてそれをね何十年計画で裏で糸を操っている人たちがある目的のためでいるのかもしれない。それはあり得る話ですよね。トランプが当選したことによって皆さんいろんなことが今後起こりうるんです。なので皆さんどうにか俺たちだけでもね手を取り合って頑張っていきましょうじゃないですか。はい。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。